皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっと早め、5時20分です。風が強い日が多いですね。毎晩吹いてます。今年は10月にカワハギを見ません。自分が以前に台風前の動画と台風後の動画、台風前の降水温酸欠っていう動画を上げたと思うんですが、その時にどうやらカワハギ死んでるっぽいですね。それまではですね、500円ぐらい玉のちっちゃいの見てたんですよね。ちょこちょこ見てました。でも10月になって9月の終わりぐらいからかな、もう全く見なくなりましたね。もしかしたらカワハギ死んだのかもしれませんね。自分たちの道具ではですね、あんまりそのカワハギは入らないんで、関係ないといえば関係ないんですけど、秋に関係ある魚といえば名古屋フグなんですが、それが死んでなければいいですけど、それはでも11月の桁の中旬15日過ぎないと自分たちはたまに確認できないと思いますね。ただこの間1匹だけ名古屋フグ見ました。それは全滅はいくらんでもないでしょうから、いくらかは残ってると思います。では今日も頑張って沖切ってみたいと思います。今日も1回の漕ぎ時間は20分から25分です。なんかほとんど硬くなってるんでは、でもそうでもないか、ほとんどまだ柔らかいですね。ただオスはもうかなりいいのが、これとこれなんか色からかなりいいですよね。どれぐらい拾えるカニがいるかですね。10月になったら小さい葉も増えましたね。カニはだいたいメスの方がね、後から硬くなるんですよね。これ硬いな。でもメスは多分だいたい柔らなんですよね。これとこれはもうかなりいい型。色が違う。めちゃめちゃでかい鏡貝見つけました。多分入ってるんじゃないかと思います。泥かな。いや、入ってますね。中身ある。今年急激に増えました。めったに見ない。23年間で2変か3変しか見たことなかったんですけども、今年の秋だけでもう多分7、80個見てます。1回食べて美味しくなかったんで、朝のお酒のあてにちょっと食べてみます。なんと1番目から7枚。1枚はお食事中でした。メスでもね、こんなもう色の見ただけで硬いのが分かるぐらい色のいいのが見え始めましたね。ほんと成長早いですね。分かってるんですけど、年をごとにね脱皮するんですけど、寒くなったらねもう脱皮しないんですよ。寒いか涼しくなったら、通常だったらもう今10月半ば過ぎたとこですけど、もう脱皮しません。でもあったかいからもう1回ぐらい行くんでしょうかね。終わる。なんかもう全体に大きくなったんで、15ギリが小さく見えますね。15ギリが大きく見えてたんですけどね。12345678910、なんと1番10枚。
月になったらすぐハモ増えるんですけどね、今年は水温高いから現れるのが遅れましたけど、最近増えてきました。順調すぎる。順調だと思ってたら最初から潮返しだったんですね。見てなかった。今年はこの漁場ハリイカ少ないんですけど、他のところはねめちゃくちゃ湧いてますね。これ狙って取りに行ってる人もいたぐらいでした。カニ同様イイダコもどんどん取れるようになってきて、中にはまだこんなんもいます。こういうのは多分ねおそらく大きくならない、なってもあと二回り大きくなるぐらいです。ここはちょっとカニ少なめですね。まあその代わり貝が最初のとこに戻ってきました。やっぱり人多いですね。店も多いな。問題はいくら拾えるやつがどれぐらいいるかね。これは OK。 123456789でした。やっぱりねメスの方が柔らかいの多いですね。自分らはいつもこのふんどし触ってちょっとでも柔らかかったらもうアウトなんですけど、オスはやっぱり先に硬くなるんで、生殖のためにオスの方がやっぱ拾えるカニが多い。結構これだけいると夜だけでも大変ですね。すんたらず。お、柔らい。やっぱメスはダメだな、ほとんど。オスは OK。15あります。お、これはいいか。あ、いいですね。なんとたまにいるんですよね、メスでも。15あります。こちらにも。けど、さすがにちょっと同じとこばっかりやってたらさすがに減ってきました。まあ、自分だけじゃないですからね、みんなも気づいてね、もうどんどん集まってきますんで、ちょっとだけカバを変えたいと思います。おお、集まってる。
及ばなかったですね。もう誰しようなんで今日チヌいないかと思ってたんですけど、やっぱ上りになったら出るんですね、チヌも。ただ拾えそうなやつはあんまりいませんね。あ、親のカニ、これは嬉しい。あ、ボーナスタイム続いてますね。うわ、ただもうすでにみんなここに集まってきてます。本当にやっとヒラメが見え出しましたね。ちっちゃいんで大きくなって帰ってきてもらいましょう。ではこれを今日のラストにして帰りたいと思います。よし。うわ、すごい。やっぱり上り潮の方がいいみたいですね。カニでも潮返しからずーっとボーナスでしたね。ではこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。冬ある。ああ、何がいいのかな。鏡貝大きいな。美味しゅうなかったよ。美味しゅうなかったやつ。なんで。だからちょっとリトライしようかと思ってええ。拾いました。もう一回挑戦してみます。ドイツビールとともに。やめとく。やめとく。1週間前ははい。15センチあるかなと思って測っても 14.7 が多かったんじゃけど、うんうん。昨日夜は15センチないかなと思って測ったら15センチある。15センチがちっちゃく見えるぐらい他のカニが大きくなってる。よかった。あっという間ですね、成長は。おこれは最後のやつなんで、本面混ざり。本当に今年は渡りガニが待ってます。これはメスだけで出ます。いや、まだおるが。で、こちらがオスの。さらにオスのカニです。まあ毎年10月オスの多いです。1、2、3、4つということで。素晴らしい。今日はピークですな、多分10月の。あと親が3つおります。これ以外に。あります。あ、4つかな。4つおります。今年は素晴らしい。最後の上り潮がすごかった。明らかにやっぱカニは上りの方がいいですな。チヌもやっぱ上りの方がいいですね。誰潮なんでどんどん潮小さくなっていくのに、最後の上りの方が圧倒的に良かったけんな。皆さん今日もハードワーク、デーレお疲れ様でした。いつまで半袖なのか。
もう10月中旬なんですけど、なんなら水のシャワー浴びてるぐらいです。じゃん。ドイツビールです。 YouTube の世界は広いですね。視聴者さんにドイツの方がいらっしゃるんですが、その方がですね、今日本に旅行に来てるんですが、ドイツビール持ってきてくれました。まあもちろん送ってですけど、送ってきてくれました。まあ7年前に自分 YouTube 始めたんですけど、もう一番驚いたのは最初の動画に海外の方のコメントがめちゃくちゃ来たということですね。最初の違うな、桁の動画の最初とその次だったかな。で、本場ドイツのビールほんといろいろ全部種類違うらしいです。インスタで連絡くださいまして、このね説明もしてくれてるんですけど、もう何が驚くってドイツってもういろんな作り方あるんですね。ビールに全部作り方違うらしいです。どれいきましょう。適当にチョイスしたいと思います。ちょっと選んで。じゃあ真ん中の赤いやつ。これ、じゃあこれをいただきたいと思います。ドイツの方がインスタのダイレクトメールに説明を送ってくださってるんですが、これの説明はですね、そもそも何て読むのこれ。ロータスピルズ、ドイツ語なんでね、たまたま出てきた。バーデンベルクのバーデン地域にある最後の州経営醸造所からのものです。最後の国有企業と言われているところが作ってるらしいですね。地元の愛国心から人気のあるビールです。味はもう苦味がほとんどですけど、毎日飲む美味しいビールですだそうです。これをいただいてみたいと思います。まあ今はですね、インスタにダイレクトメール英語でいただいても翻訳って押すだけで翻訳してくれますので、読むのは簡単です。おー、苦い。もう香りからめちゃくちゃ苦い。じゃあロータスピルスいただきます。読み方は分かりません。色はちょっと少し琥珀。いただきます。これは本当に苦い。このビールを送ってくれたドイツの方なんですけど、以前にもねドイツビールを2つ送ってくださいまして、その時もかなり苦いビールを送ってくれたんですが、それよりも苦くはないですけど、説明に苦いのがほとんどですがって書いてましたが、本当にその通りですね。でもなんか2回目飲むともう2口目はもう苦くないですね。むしろ甘さを感じるぐらい。夏でしょこれは。もう10月中旬ですけど、これは真夏ですね、飲むなら。ではおつまみに以前美味しくなかったこの鏡貝いただいてみたいと思います。もう幻の貝ぐらい見たことなかったんですけど、もう毎日見てます。いただきます。うまい。しょっぱい。以前食べた時は飲み込めれないぐらい美味しくなかったんですけど、それよりは美味しいです。それよりは美味しいんで、ついうまいって言ってしまいましたが、うまくはないですねやっぱりその時がちょっとあんまりにまずかったんで、うまいっていう表現になりましたけど、しょっぱいだけですかね。味もありますけど、もうあさりとかすだれ貝に比べて相当取ります。オスです。オスのが人気ですね。オスはね、甘くてバター味ですね。当たりに当たると。でも前日ね、メス食べたらね、バター味がいたんですよね。ちょっとびっくりしました。自分の中ではメスは苦くてオスは甘くてバター味のイメージなんですけど、メスでバター味もいるんですね。もちろんオスで苦いのもいます。やっぱり新子のカニは味噌ですよね。この個体の味噌はしょっぱかったですね。バター味ではなかったです。バター味に当たると当たりですね。オスの方が甘いですもんね、身が。ただこの個体はしょっぱい。ではメスいってみます。これなんかちょっとメスのバター味っぽいなこれ。もう香りからバター味だなこれ。この間からメスがバター味当たるんですよね。メス自分苦いイメージなんですけど、もう香りで分かります。これバター味のやつですね。当たりのやつバター味です。バターですね。自分はでももう年中通してメスのが好きなんですよね。オスはね、なんかねちょっと匂いがあるんですね、やっぱり。身もなんかメスの方が味がちょっと濃いような気がするんですよね。漁師の人はね、新子でもだいたいみんなメスが好きですね。うちの母とかおじさんもメスが好きです。ただなぜか近所の人とかに聞くとオスが美味しいって言うんですよね。このオスもバターじゃないな。でも甘いタイプのやつですねこれ。
匂いでねもう分かります。もうザ・カニ味噌って感じの、もう居酒屋で出てくるカニ味噌ですねこれ。今年は多いんでですね、皆さんぜひワタリガニを海鮮市場なり魚屋さん頼島にたくさんありますんで、水島にも浜本さんっていう以前自分が紹介した仲買さんがお店を経営してます。 JA 水田の中です。大政さん、ぜひ頼島のカニを食べてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。1本